皆様おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2023年12月9日土曜日です。まもなく6時37分8分になるところです。前回の動画で、手術前日の様子をお伝えしましたけれども、今日は手術の当日から今日までのことをお話ししてみたいと思います。ちょっとまだ、起き上がれないのでこのような状態から、失礼します。12月6日朝9時に、徒歩で手術室に入りました。でそれからいろんな装置をつけて、手術をしていただいたわけです。予定された時間8時間ちょうどで、手術が終わったようです。夫の方には、夕方の5時20分過ぎに、先生から連絡があって、一応ですね、子宮と卵管と卵巣とそして、骨盤内のリンパ節あるいは大動脈の近くのリンパ節など、取れうる範囲の、リンパ節を全て取りましたということでした。で、初見で、目で見た感じですね。目で見たところには、がんが転移していなかったということです。膀胱とか直腸とかには転移がなかったように思うと。ただわからないので全部取り出したものを全て顕微鏡検査の方に出しますというふうに言われたそうです。その内容を、私に LINE をしてくれていたので、目が覚めた後その、LINE のメッセージ、夫からのメッセージを見た時に、よかったな、無事に戻ってこれたな、そう思いました。手術はどんなに素晴らしい先生がやっても失敗っていうかうまくいかないこともあったりとかして、そのまま帰ってこれなくなる場合もあるという確率はゼロではないということも思っていましたので、生きて戻ってこれたんだな、そして全部取り切ってもらったんだなと思った瞬間にほっとしました。これもたくさんの方々がパワーを送ってくださって、先生の手に皆さんとパワーが乗り移って私の悪いところを全て取っていただいたんだなと思って感謝しています。ありがとうございます。それでその後ですね、 HCU というところに入りました。で ICU に比べて、軽度の人が入るところなんですけれども、HCU に入った後、ものすごく寒気がして、電気毛布を二重でかけるぐらいガタガタ震えていまして、それが収まって、少し、休むことができました。ただ同室の方は結構大変な方もいっぱいいらっしゃるようで、大きな音がたくさん立っていましたので、もちろん熟睡することはできませんでしたが、少し休むことができました。そして、翌朝、看護師さんの協力のもと、介助のもとに一応ベッドからですね、今のこのベッドを起き上がらせて、それで、ある程度ベッドに補助してもらった後、2人の看護師さんに、抱えられるようにして、ベッドの上に完全に自分で座って、でそれから立たせてもらってということをして約5メートルぐらい歩きました。ただ5メートル歩いた時に、気持ちが悪くなって、
全身からもう冷や汗がバーッと出てしまったので、ちょっと気持ち悪いですっていう話をしたら、もう周りの看護師さんが3人ぐらい飛んできて、体が大きいので支えられないから飛んできて、それで車椅子を用意してくださって、それにゆっくり座ってベッドまで戻りました。やはりまだまだこう歩けるところまで行ってないのかなって思って、それはちょっとびっくりしました。2年前に両足の股関節をやった時は、翌日平行棒を歩けたので、まさか歩けないなんてことがあるのかなっていうのは想像すらできなかったんですが、お腹を、みぞおちのあたりから、恥骨のあたりまでまっすぐに、ちょうど長さはメジャーがないので測れないんですけど、手で触ってみたらこのぐらい、ちょうど両手分ぐらいは優にあったので、40センチぐらいにはなるのかな、18センチはあると思うんで40センチぐらいにはなるのかなと思う傷なんですね。なんでやはり痛いです。で、痛み止めの方は、こちらにこうあるんですけど、これは背中から入っている痛み止めのもので、これをこうやって痛い時にこれを押すと背中の方からバーッとこうヒヤッとしてきて、でなんか脳が痛みを感じなくなるというふうに看護師さんたち言われていましたけど、全くこれ効かなくて、ヒヤッとはするんだけど全然痛みが収まらないです。なので、今は点滴用の痛み止めを入れたり、あるいは口からですね、痛み止めを朝昼晩と2錠ずつ飲んだり、あとは4時間おきに豚腹を飲んだりしています。でとにかくもう今は傷がこういう時に限ってなんか痰が絡んだように咳をしたくなったりするんですけど、それをすると激痛が走る感じです。普段は腹筋を意識していないので、腹筋が見えるような状態じゃなくて、その上から脂肪がだいぶついているので腹筋を意識することはないんですけれども、今回の手術でその腹筋っていうものをいかに普通の生活の時に使っているのだなっていうことを実感しました。もうちょっと鍛えておけばよかったなと思っています。あとは今入っているのは、まだベッドから歩いて降りることができないので尿管がまだ入っています。あとこういった、中の、管が、お腹の中に管が入っていて、2箇所こういった管が入っていて、これで中の、分泌物っていうんですかね、そういうのを、定期的に吸い取っているようです。で、昨日は一日立とうと思いましたけど、結局立てずじまいだったので、今日なんとか立って、このトイレまで、個室なのでトイレまで、何歩かで行ける距離にありますので、そこまでなんとか歩いていけるようになりたいな、そして尿管を外したいな、一つ一つ管を外していきたいなというふうに思っています。まだ、点滴もついていますし、この内臓物が出てくる、分泌液が出てくるバルーンっていうんですかね、これも取れていませんけれども、少しずつそういう形で動いていきたいなというふうに思っています。いや、皆さんの方からいただいたコメント読ませていただいて、術後の痛みひどいよって書かれていた方もいたんですけど、本当にこの痛みは今まで経験したことがない痛みでした。今は真上を向いてしか寝れないので、横を向いたりすることもできません。時々看護師さんが背中に手を入れに来てくださって、
いますけれども、昨日よりは少し自分でベッドのサイドのへりをつかみながら少しずつ痛みがズキッと出ないように動いたりとかしています。そして昨日から、昨日の朝からですね、重湯が、朝昼と出ました。で、夜はゴブがゆが出ています。今朝も多分ゴブがゆが出て、そして、昼夜で全がゆになるそうです。ただお腹は空いているんですけど、なんか食べれないですよね。なんか矛盾してるんですけど食べれません。で、水分の取り方が少ないと言われて、いるので、たくさん水分を取るようにしています。点滴をしているから大丈夫なのかなと思ったんですけど、口からもどんどん飲んでくださいと言われているので、それを、今日してみたいと思います。で、今日の、一番の目標は、座ってトイレに座ってそこから歩いて、トイレまで歩けるようになって尿管を外すことが、当面の今日の目標になります。まだ朝なので、今日中になんとか外したいなというふうに思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。ちょっとちゃんと伝えられたかどうかがわからないんですけれども、自分なりに今の状態を、お知らせしようと思って動画を、撮影してみました。声が手術中に気道を確保するために管みたいのを入れていて、まだ喉が痛くてイガイガしてて、声がなかなか出ないんですけれども、ちょっと聞き取りにくい面があったらごめんなさい。次回の動画ではもっともっと元気になった様子をお届けしたいなというふうに思っております。たくさんの皆様、本当にいっぱいパワーをありがとうございました。そのおかげでここまで来ることができました。本当に皆様に感謝しています。ありがとうございました。